んにちは。ミルです。今日は洋食の朝ごはんを作るための言葉をたくさん集めてお話をします。前回は洗濯物を干しました。ですから次は洋食の朝ごはんを作ります。私の勝手なイメージですが、洋食の朝ごはんといえばトースト、スクランブルエッグ、ベーコン、サラダ、コーヒーです。皆さんはどうでしょうか？ということで、今日は一緒に洋食の朝ごはんを作りましょう。まず、冷蔵庫を開けて必要な材料を取り出す必要がありますね。はい。まずは食パンです。日本でね、四角いパンを食パンと言うんですが、食パンの周りの茶色い部分、あれね、耳と言います。パンの耳。耳って顔の端にありますよね。なので、昔から平らのものの隅とか端の部分を耳と呼んでいたそうです。例えば、布団の端っこはね、布団の耳って言うんですって。はい。なので、昔ね、パンが日本に入ってきた時にも、パンの端を耳って呼んだんですって。で、今もね、私たちパンの耳って使っています。はい。でね、昔はパン屋さんに行くとパンの耳を無料でもらえたんですね。今はちょっとどうなのかわからないんですが、そんな時代もありました。はい、食パンね、美味しいですね。で、その食パンを焼いたものをトーストと呼びます。はい。ですから、まずは食パンを出します。それから、ベーコンですね。あとはサラダに使う野菜です。サラダといえば、レタス、トマト、キュウリでしょうか。はい、今日はそれを使いましょう。そして、スクランブルエッグに使う卵です。あとは、調味料も必要ですね。バター、お塩、胡椒。サラダのドレッシングに使うのは、お酢とオリーブオイルです。はい。あとはね、今日はコーヒーもお豆から引きます。なので、コーヒー豆ですね。これを準備したら、調理に取り掛かります。ではまずサラダを作りましょう。野菜を水で洗いますよね。で、レタスは1枚ずつちぎります。ちぎるというのは手でそれをね、切って離すことを言います。例えば、紙をちぎるとも言いますし、食べ物だったらね、例えばさっきのね、食パン。パンをちぎって食べると使ってもいいです。1枚ずつちぎったレタスを洗ってざるに入れて水を切ります。ざるに洗ったレタスを入れると、ざるの下からお水がポタポタと落ちていきますよね。これね、水を切ると言います。それか、布とかペーパータオルで水分を拭き取ってもいいですね。それから、トマトとキュウリも水で洗います。そして、トマトは緑の葉っぱとね、その根元のちょっと硬い部分、ヘタの部分を取ります。ヘタはね、いちごの動画でお話ししました。で、トマトとキュウリの水分もね、取ったら、まな板の上で包丁を使って切ります。切り方ね、これいろんな名前があるんですが、今日はトマトはくし切りにしましょう。それからキュウリは薄く輪切りにするか、斜めに包丁を入れて、斜めに薄く切る。これね、斜め薄切りと言います。斜め薄切りにするとちょっと綺麗ですね。そして大きな器に切った野菜とかちぎったレタスを入れて盛り付けます。私はドレッシングはお酢とオリーブオイルと塩コショウ。このね、シンプルなものが好きなので、お酢とオリーブオイルを回しかけて、塩コショウを振って完成ですね。で、次はスクランブルエッグを作りましょう。まず卵を割ります。私はいつも平らなところに卵をね、トントントンと打ち付けて、卵にひびを入れます。で、ひびが入ったら、そのひびのところにね、両方の手のね、親指をそこに引っ掛けて、その割れ目をパカッと開けます。そうするとね、中に入っているね、白身と黄身がポチャンと入りますね。はい。ボウルとかね、お皿に卵の白身、黄身をね、全部入れます。そして、
菜箸というね、ちょっと長いお箸。料理の時に使うお箸を使って、その卵をよーく混ぜます。その時ね、ちょっと塩を入れたりしますよね。そしたら、フライパンを温めます。ガスコンロの上にフライパンを置いて、その後に火をつけます。換気扇もつけますね。中火ぐらいがいいでしょうか。中火にしてフライパンを温めます。そしてね、その後にバターを入れます。バターがね、溶けてくると、ふつふつふつとね、小さな泡が立ってきますね。このね、ふつふつというのは、液体とかね、油が小さい泡を立てて、静かに沸騰する様子を表す言葉です。もう熱くなったよーと教えてくれてるんですよね。はい。で、ふつふつ泡立ってきたら、フライパンの準備ができたので、そこにね、よく混ぜた卵をね、ジャッと流し入れます。このね、ジャッというね、音がいいですよね。で、フライパンのね、中心の方よりも、縁の方が熱いらしいんですよね。なので、この縁の方が先に固まってくるので、縁の方からヘラとかを使ってね、ゆっくり優しくかき混ぜます。で、好きなね、硬さになったら、お皿に盛り付けます。私はね、バターたっぷりで焼いて、ちょっと半熟ぐらいのね、とろっとしたスクランブルエッグが好きです。次はベーコンですね。卵を焼いたフライパンで、そのままベーコンを焼いてしまいましょう。ベーコンをフライパンに並べて、やっぱりね、ベーコンも強火より中火ぐらいがいいんでしょうか。はい。それぐらいの火加減でね、焦げないようにゆっくりと焼きます。途中でね、裏返したりしますよね。はい。そうやって両面がこんがりきつね色になるまで焼くと美味しいんですよね。このね、こんがりきつね色というのはよく使われる表現なんですが、食べ物を焼いたり揚げたりしますよね。その時に表面がね、美味しそうな茶色、黄金色に変わる様子を表す言葉です。狐ってね、動物の狐ですよ。日本語だとね、狐の鳴き方ってね、コンコンって表すんですよ。はい。コンコン鳴く狐です。狐の毛の色に似ているので、狐色。それからね、こんがりというのは、表面がね、こうパリッとした感じ。食べた時にカリッってなるようなね、状態を言います。はい。ベーコンをこんがりきつね色になるまで焼きます。そうするとね、香ばしい香りがしてくるんですよね。香ばしいというのは、焼いたり揚げたりしてね、その食材がこんがりきつね色になる頃に香ってくる、いい香りのことです。ベーコンが焼けたら、余分な油をね、取り除いて、これもお皿に盛り付けます。で、次は食パンを焼いてトーストを作ります。もうね、これはすぐできますもんね。パンをね、焼くためのトースターというものもありますが、その場合はね、トースターに食パンを入れて好きな焼き加減になるまで焼く。これだけですね。で、私はね、ちょっとトースターがないので、いつもフライパンで焼きます。あとはね、魚焼きグリルで焼くこともできますよ。はい。フライパンもね、何もね、ついていないバターとかね、油とかついていないフライパンに食パンを置いて、火をつけて、途中で裏返しにしながら、両面ちょっとね、こんがりするまで焼きます。これもね、さっきのね、スクランブルエッグと一緒で、私ね、バターたっぷり塗って食べるのが好きなんですよ。なんかね、バターたっぷり塗って、こう噛んだ時にね、表面はカリッ。で、中はバターが溶けてね、じゅわっとするのがね、好きなんですよ。はい。では、最後にコーヒーを入れます。今日はね、豆からやりましょう。まずはコーヒー豆をひきます。はい。豆をひくと言います。好きなね、ひき方が人それぞれあると思いますが、極細引き、細引き、中細引き、中引き、粗引きとあるようです。はい。で、好きなね、ひき方でひいて、そしたら、そのね、粉になったものを、ひいた豆をコーヒーま、えコーヒーメーカーにね、セットしたり、あとはドリップポットを使う人もいますよね。
それぞれのやり方でコーヒーを入れます。で、コーヒーが入ったらカップにコーヒーを注ぎます。ということで、これでトースト、スクランブルエッグ、ベーコン、サラダ、コーヒーというね、洋食の朝食の準備ができました。想像するだけで美味しそうですね。次はね、和食の朝食を作ります。じゃあ、バイバイ。こんにちは、ミルです。今日は洋食の朝ごはんを作るための言葉をたくさん集めてお話をします。前回は洗濯物を干しました。ですから次は洋食の朝ごはんを作ります。私の勝手なイメージですが、洋食の朝ごはんといえばトースト、スクランブルエッグ、ベーコン、サラダ、コーヒーです。皆さんはどうでしょうか？ということで、今日は一緒に洋食の朝ごはんを作りましょう。まず、冷蔵庫を開けて必要な材料を取り出す必要がありますね。はい。まずは食パンです。日本でね、四角いパンを食パンと言うんですが、食パンの周りの茶色い部分、あれね、耳と言います。パンの耳。耳って顔の端にありますよね。なので、昔から平らのものの隅とか端の部分を耳と呼んでいたそうです。例えば、布団の端っこはね、布団の耳って言うんですって。はい。なので、昔ね、パンが日本に入ってきた時にも、パンの端を耳って呼んだんですって。で、今もね、私たちパンの耳って使っています。はい。でね、昔はパン屋さんに行くとパンの耳を無料でもらえたんですね。今はちょっとどうなのかわからないんですが、そんな時代もありました。はい、食パンね、美味しいですね。で、その食パンを焼いたものをトーストと呼びます。はい。ですから、まずは食パンを出します。それから、ベーコンですね。あとは、サラダに使う野菜です。サラダといえば、レタス、トマト、キュウリでしょうか。はい、今日はそれを使いましょう。そして、スクランブルエッグに使う卵です。あとは、調味料も必要ですね。バター、お塩、胡椒。サラダのドレッシングに使うのは、お酢とオリーブオイルです。はい。あとはね、今日はコーヒーもお豆から引きます。なので、コーヒー豆ですね。これを準備したら、調理に取り掛かります。ではまずサラダを作りましょう。野菜を水で洗いますよね。で、レタスは1枚ずつちぎります。ちぎるというのは手でそれをね、切って離すことを言います。例えば、紙をちぎるとも言いますし、食べ物だったらね、例えばさっきのね、食パン。パンをちぎって食べると使ってもいいです。1枚ずつちぎったレタスを洗ってざるに入れて水を切ります。ざるに洗ったレタスを入れると、ざるの下からお水がポタポタと落ちていきますよね。これね、水を切ると言います。それか、布とかペーパータオルで水分を拭き取ってもいいですね。それから、トマトとキュウリも水で洗います。そして、トマトは緑の葉っぱとね、その根元のちょっと硬い部分、ヘタの部分を取ります。ヘタはね、いちごの動画でお話ししました。で、トマトとキュウリの水分もね、取ったら、まな板の上で包丁を使って切ります。切り方ね、これいろんな名前があるんですが、今日はトマトはくし切りにしましょう。それからキュウリは薄く輪切りにするか、斜めに包丁を入れて、斜めに薄く切る。これね、斜め薄切りと言います。斜め薄切りにするとちょっと綺麗ですね。そして大きな器に切った野菜とかちぎったレタスを入れて盛り付けます。私はドレッシングはお酢とオリーブオイルと塩コショウ。このね、シンプルなものが好きなので、お酢とオリーブオイルを回しかけて塩コショウを振って完成ですね。
で、次はスクランブルエッグを作りましょう。まず卵を割ります。私はいつも平らなところに卵をね、トントントンと打ち付けて、卵にひびを入れます。で、ひびが入ったら、そのひびのところにね、両方の手のね、親指をそこに引っ掛けて、その割れ目をパカッと開けます。そうするとね、中に入っているね、白身と黄身がポチャンと入りますね。はい。ボウルとかね、お皿に卵の白身、黄身をね、全部入れます。そして、菜箸というね、ちょっと長いお箸、料理の時に使うお箸を使って、その卵をよーく混ぜます。その時ね、ちょっと塩を入れたりしますよね。そしたら、フライパンを温めます。ガスコンロの上にフライパンを置いて、その後に火をつけます。換気扇もつけますね。中火ぐらいがいいでしょうか。中火にしてフライパンを温めます。そしてね、その後にバターを入れます。バターがね、溶けてくると、ふつふつふつとね、小さな泡が立ってきますね。このね、ふつふつというのは、液体とかね、油が小さい泡を立てて、静かに沸騰する様子を表す言葉です。もう熱くなったよーと教えてくれてるんですよね。はい。で、ふつふつ泡立ってきたら、フライパンの準備ができたので、そこにね、よく混ぜた卵をね、ジャッと流し入れます。このね、ジャッというね、音がいいですよね。で、フライパンのね、中心の方よりも、縁の方が熱いらしいんですよね。なので、この縁の方が先に固まってくるので、縁の方からヘラとかを使ってね、ゆっくり優しくかき混ぜます。で、好きなね、硬さになったら、お皿に盛り付けます。私はね、バターたっぷりで焼いて、ちょっと半熟ぐらいのね、とろっとしたスクランブルエッグが好きです。次はベーコンですね。卵を焼いたフライパンで、そのままベーコンを焼いてしまいましょう。ベーコンをフライパンに並べて、やっぱりね、ベーコンも強火より中火ぐらいがいいんでしょうか。はい。それぐらいの火加減でね、焦げないようにゆっくりと焼きます。途中でね、裏返したりしますよね。はい。そうやって両面がこんがりきつね色になるまで焼くと美味しいんですよね。このね、こんがりきつね色というのはよく使われる表現なんですが、食べ物を焼いたり揚げたりしますよね。その時に表面がね、美味しそうな茶色、黄金色に変わる様子を表す言葉です。狐ってね、動物の狐ですよ。日本語だとね、狐の鳴き方ってね、コンコンって表すんですよ。はい。コンコン鳴く狐です。狐の毛の色に似ているので、狐色。それからね、こんがりというのは、表面がね、こうパリッとした感じ。食べた時にカリッってなるようなね、状態を言います。はい。ベーコンをこんがりきつね色になるまで焼きます。そうするとね、香ばしい香りがしてくるんですよね。香ばしいというのは、焼いたり揚げたりしてね、その食材がこんがりきつね色になる頃に香ってくる、いい香りのことです。ベーコンが焼けたら、余分な油をね、取り除いて、これもお皿に盛り付けます。で、次は食パンを焼いてトーストを作ります。もうね、これはすぐできますもんね。パンをね、焼くためのトースターというものもありますが、その場合はね、トースターに食パンを入れて好きな焼き加減になるまで焼く。これだけですね。で、私はね、ちょっとトースターがないので、いつもフライパンで焼きます。あとはね、魚焼きグリルで焼くこともできますよ。はい。フライパンもね、何もね、ついていないバターとかね、油とかついていないフライパンに食パンを置いて、火をつけて、途中で裏返しにしながら、両面ちょっとね、こんがりするまで焼きます。これもね、さっきのね、スクランブルエッグと一緒で、私ね、バターたっぷり塗って食べるのが好きなんですよ。なんかね、バターたっぷり塗って、こう噛んだ時にね、表面はカリッ。で、中はバターが溶けてね、じゅわっとするのがね、好きなんですよ。はい。では、最後にコーヒーを入れます。
今日はね、豆からやりましょう。まずはコーヒー豆をひきます。はい、豆をひくと言います。好きなね、ひき方が人それぞれあると思いますが、極細引き、細引き、中細引き、中引き、粗引きとあるようです。はい。で、好きなね、ひき方でひいて、そしたら、そのね、粉になったものを、ひいた豆をコーヒーメーカーにね、セットしたり、あとはドリップポットを使う人もいますよね。それぞれのやり方でコーヒーを入れます。で、コーヒーが入ったら、カップにコーヒーを注ぎます。ということで、これでトースト、スクランブルエッグ、ベーコン、サラダ、コーヒーというね、洋食の朝食の準備ができました。想像するだけで美味しそうですね。次はね、和食の朝食を作ります。じゃあ、バイバイ。